日本航空産業の黎明期と言ってもいい昭和初期、この時代に他を圧倒する巨大な翼を持つ爆撃機がすでに日本に存在しておりました。本日は9人式重爆撃機の前方に迫って参りましょう。おまんじゅうたちのぬいぐるみ、現在好評販売中です。皆様ごきげんよう、宮間めさのです。現在9人式重爆撃機は高度1000メートルで最高速力で飛行中ですが、その速度は196キロ。正直呪いですね。そしていつものように私のおまんじゅうたちも今回は大量動員して、現在編隊を組んで飛行しております。あれは敵機の反応ですね。B 号が接近してきます。前機迎撃用意。いえ、何かやられそうな気もしますので、手を出すのはやめておきましょう。ちょうどいいので、B29 と大きさを比較していきましょう。なんと驚くことなかれ、こちらの9人式超重爆撃機は全長 23.2 メートル、翼面積は294平方メートル、全幅44メートルに対して、B 項は全長30メートル、全幅は43メートル、翼面積は 159.79 平方メートルということで、翼が巨大な分、9人式重爆撃機の方が大きいように見えてきますから驚きです。まあ、性能の比較はお察しくださいませ。しかも、9人式重爆が完成したのは昭和6年、1931年であり、戦前というよりは昭和初期に作られたときたものですから、まさに日本驚異の航空技術と言っていいかもしれません。そもそもなぜこんな巨大な爆撃機が必要だったのでしょうか。当時の日本の海軍の仮想敵国はアメリカで、いかに日本近海に敵艦隊を引き込んで決戦を仕掛けるかという考え方をしていました。いわゆる残弦擁撃作戦です。ただ問題は、アメリカ海軍をどう誘い込むかでした。そこで考えられたのが、当時アメリカの植民地だったフィリピンを攻略、フィリピン救援に駆けつけたアメリカ艦隊をそこで叩くというわけですが、そのフィリピンを攻略するためには当然陸軍の力が必要。9人式重爆の性能はフィリピンへの爆撃任務が想定されていたわけですね。帝国陸軍と帝国海軍は非常に仲が悪いことでも知られておりますが、9人式重爆の存在が示す通り、当たり前っちゃ当たり前ではありますけれども、いざという時は協調できる関係にあったと言えますね。ただ帝国陸軍の仮想敵はあくまでも当時ソ連でしたので、足の長い爆撃機自体に興味があったという点も見逃せませんね。ここで護衛の97式戦闘機が活動範囲を超えましたので、基地に帰還してしまいました。9人式重爆の航続距離は 2500km。当時の日本の航空機の中では抜群に足が長く、台湾から発進してフィリピンを攻撃するのに十分な航続距離を誇っていましたが、これは当時護衛につけられる戦闘機はないということを意味しています。9人式重爆の性能要求自体、航続距離と爆弾搭載数以外は比較的緩い性能の要求でしたので、これは仕方がないところですね。さらに敵機の反応が、あれはユンカース G38 ですね。シルエットが似てるって。実はこちらの9人式重爆撃機は日本独自の設計というわけでなくて、ドイツの旅客機のユンカース G38 をベースにして三菱がライセンスを結んで開発に至ったものでした。しかもこのライセンス生産には日本の大型航空機の製造能力を高めるべく、真っ先に輸入されたのは機体の材料ではなくて機体加工用の機械類で、さらにはユンカース社の技術者も派遣され、日本側三菱の技術者の訓練も行われたのでした。当時の日本には大型航空機の開発力はなくて、この9人式重爆は後の大型機開発に大いに生かされることになります。まあ新山とか富岳とかですかね。9人式重爆とユンカース G38 を比較いたしますと、9人式重爆は軍用機ですので、13の増設が行われ、ユンカース G38 の初号機と比較すると、エンジンの強化も行われています。ここでさらに敵機の反応が。あれは服用機ですね。9人式重爆撃機は、お世辞にも高機動とは言えない機体ですが、ご安心ください。我が方は大盤石の備えです。機種には89式旋回機銃。その後ろには、航空機用としては日本初の 20mm 機関砲、94式 20mm 航空機関砲を搭載しています。機銃は主翼にも搭載しています。
さらに下の方にも注目してください。こちらには昇降式の銃座も設置されています。普段は空気抵抗を抑えるために通常時はある程度収納され、戦闘時は降下するというこだわりのギミックを搭載しています。おまんじゅうたち、攻撃開始。撃ちまくれ。命中。こちらの92式中爆の製造には1機につき1年以上かかっておりますので、さながら軍艦を建造するような感覚ですね。貴重な92式中爆を失わずに済んでよかったです。メサノ、メサフミ、メサコ、メサヨシ、メサノブ、バスコダメサー。後で共有しておきます。そんなこともありまして、こちらの92式中爆は合計6機の生産数にとどまりました。少ないですね。1号機の名称は特殊試験機でしたので、やはり試験的な意味合いが強い機体と言えそうですね。貴重な92式、これ以上検証で失うわけにはいきません。敵機来襲の警戒が必要ですので、もう少し高度を上げていきます。全く言うことを聞きませんね。残念ながら92式重爆撃機が高度2000メートルに到達するためには26分30秒が必要でした。高度3000メートルの速度も179キロということで、当時からすでに鈍重な機体という評価を受けていました。こんなところを敵に狙われたら防御火器があるとはいえ不安ではありますね。前期密集体系を維持せよ。メサヨ、メサヨシ、メサノブ、メサコー。後で共有しておきます。あれはトリープフリューゲル。厄介な相手に見つかってしまいましたね。前期目標野生のトリープフリューゲル。敵を近づけさせるな。3番艦が食われた。メサミ、メサミ、メサミ、メサコー。おまんじゅうたち4番艦を巻き込んで後で共有しておきます。92式重爆撃機は鈍重な機体な上に少しでも重量を軽くすることを目的に、機体の表面には波板状の板を張っているだけになりますので、防弾性能は高くなく、直撃を受けたらダメージは深刻です。これでは腹に爆弾を抱えて撃ってくださいと言わんばかりではないか。メサヨがもうやめてって言ってますね。なんというヒロインでしょうか。メサヨー。この話し合いが野生のトリプフリューゲルに伝わるといいんですけどね。メサヨー。後で共有しておきます。なんちゅう脆い船じゃ。トリプフリューゲルが戦場を離脱したようですね。少しはダメージを与えていたのかもしれません。九死に一生を得ましたよ。本当に。今回はおまんじゅうたちの救助を行いたいと思いますので、とりあえず追撃はせずに、今回の検証は中断していこうと思います。この音は一体、エンジンが一気停止してしまいました。速力も低下していきます。エンジンが動作不能ですがご安心ください。主翼内は通路が設けられ、自由に通行することができます。92式重爆は翼が非常に分厚かったことを利用してエンジンを機内に完全に収納。飛びながらエンジンを整備することができるのです。メサコが現在修理中です。慌てず急いで正確にな。うまく修理できたようですね。よかった。かわいい。メサコー。メサコが大メサコに食べられてしまいました。後で救助しておきます。こら大メサコ、ご飯は3日前に食べたでしょう。おまんじゅうたちのぬいぐるみ、お迎えをよろしくお願いいたします。しかしこのままでは基地へ帰還することは難しいと思いますので、ちょうど付近で演習を行っていた空母シナノに着艦していきたいと思います。本当に空母に着艦できるのかですって？できますね。92式重爆の滑走距離は320メートル。ユンカース G38 は全翼機構想を取り入れた設計であり、同様に92式重爆も翼面積が非常に大きいため、滑走距離が短くて済むという大きな利点があるのです。空母シナノは全長270メートルの空母としては当時世界一の巨艦でしたので、最新の制動装置を併用すれば着艦は不可能ではありません。
しかし、9人式重爆にも問題がありました。それは9人式重爆撃機の巨大さでした。実は、操縦席から6メートルほどの高さがあり、着陸するためには相当な連度が必要だったのです。ただこれもご安心ください。9人式重爆撃機の下部には、着陸高探知場が装備されておりまして、これを突き出して高度が低くなりすぎないように操縦していきます。巨大すぎた9人式重爆撃機の愛称はお化け。私たちもお化けになってしまいましたね。お後がよろしいようで。救助されました。皆さんもくれぐれも9人式重爆で空母には着艦しないでください。さて、9人式重爆の空の旅はお楽しみいただけましたでしょうか？なぜよくわからないトリープフリューゲルと戦ったのかね、疑問に思った方もいらっしゃるかもしれませんが、鈍重だった9人式重爆は急速に進化する航空機の時代の波にはついてはいけずに、実戦で投入されることはありませんでしたので、計画機と戦わせてみました。9人式重爆撃機は当時まだまだ未熟だった日本の航空技術の進歩に貢献したのは確かですが、続いて貢献したのは宣伝目的でした。プロパガンダ目的ですね。陸軍の巨人機として雑誌に掲載されたり、イベントで登場することもできたみたいです。終戦地には所沢で保管されておりましたが、戦後に解体され、その役目を終えることになるのです。以上がロマンあふれる昭和初期の超重爆撃機9人式重爆の解説動画でした。最後までのご視聴誠にありがとうございました。また、宮のメスの帝国まんじゅう店も残りの期間わずかとなっておりますので、こちらのおまんじゅうたちのぬいぐるみをはじめ、もし興味がある商品がございましたらお手に取っていただけますと幸いです。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。せねせねせなら、バイバーイ。